こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。こちらは部長のガイさんが中古で買ったハイゼットカーゴの LED 化第2弾です。第1弾では車体後ろ側のライトを交換したので、この動画には車体前面ライトを交換した様子をまとめました。本題に入る前に、前回の動画で紹介し忘れた純正ブレーキランプとテールランプの写真です。このランプだけは出荷時から LED だったので交換不要でした。東芝製の LR4B という規格のものらしいです。LR4B とは欧州の規格なのでしょうか。詳しい方がいたらコメントください。車体前面ライトの交換前の様子です。動画では分かりにくいかもしれないですが、かなり暗いです。久々にハロゲンランプの車に乗ったので、すごく暗く感じて運転しにくかったとのことです。ヘッドライトの交換は少し工程が多いので、まずはガイさんから作業方針を聞きます。ヘッドライト、スモール車幅とウインカーを変えるんですが、いずれもこのケースの中に入ってます。で、これの後ろ、わかるかな？ケースの裏側からバルブを交換してくるので、これを前に引っ張り出したい。なんだけど、この車は、そうですね、フロントバンパーがこのケースの前に乗るんで、本来であればこれを全部取ってしまうというのが正当ルートではあるんだが、ちょっと下ろして、置いとく場所もないので、要はここを引っ張り出せる隙間が作れればいいので、こういう状態ですね。これぐらい出せればいいので、それを今からやっていきます。それでは交換作業に入ります。まずはフェンダー部分のボルトを外します。ボルトは 10mm です。次にクリップを外します。BRZ の内装剥がし用に購入した工具セットの中にクリップ外しがあったので使用しましたが、実はマイナスドライバーの方が外しやすかったです。工具セット自体は便利なものなので、概要欄にリンクを貼っておきます。運転席側も同様にボルトとクリップを外します。ボンネット内のクリップも外します。全部で3箇所あります。ハイゼットカーゴはボンネットが小さくてなんだか可愛いです。続いてバンパーの爪を外していきます。ちょっとコツがいるので、外した状態で形状の解説をしてもらいます。ここ3つはバンパーからこう爪が出てて、車体側にこう引っかかってるだけなんで、気持ち車体側に押しつつ前に動かすと抜けるはずで、上2つは車体側、ここにこういう、わかるかな、黒い爪がついてて、その爪がバンパーのここの穴に引っかかってるんで、バンパーが前からこうかかってる形なんで、気持ちバンパーを進行方向と逆後ろ側に押しつつ車体から引き剥がす方向に動かすと取れやすいと思う。はめ直してまた外してみます。
下3つはこんな感じ。こうするとスッと取れるんじゃん。爪は樹脂製で薄いので、冬場はドライヤーで温めるなどしないと折れてしまいそうです。これでバンパーを固定しているのが下側のみになり、バンパー上部を引っ張って隙間を作れるようになりました。ヘッドライトを止めているクリップを外します。ボルトも2箇所止まっているので外していきます。こちらも 10mm のボルトです。ヘッドライトケースは樹脂製なので、元に戻すときには締めすぎ注意です。ヘッドライトのカバーを引っ張ります。力がいる場合もあるので、勢い余って傷がつかないように、周囲をマスキングテープで養生するのもおすすめです。やっとバルブ交換の準備が整いました。まずはポジションランプ。ソケットを回して外し、電球を抜きます。ハロゲンランプです。LED は Amazon で中華製のものを購入しました。第1弾の動画でバックランプに使用したのと同じものです。ソケットに差し込んで元に戻します。次にウインカー。ポジションランプと同じようにソケットから電球を抜きます。ハロゲンランプです。こちらが交換用の LED。楽天で購入しました。第1弾でリアに使用したのと同じものです。ポジションランプの方と合わせて概要欄にリンクを貼っておきます。ソケットに LED 球を差し込みます。ソケットを元の位置に戻します。最後にヘッドライトです。コネクターを引っ張って外します。この車に限らないですが、かなり硬いです。防水用のゴムパッキンがあるので、引っ張って取り外します。金具をつまんで起こすと電球が抜けるようになります。以下略。こちらが交換用の LED。パーシーウッドさんのものです。こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。
3本の爪が切り欠きに合うように LED を挿します。金具を戻して LED が抜けないようにします。点灯確認のために一旦コネクターを軽く挿します。つきました。ウィンカーを確認し忘れちゃいました。点灯確認できたので、再度コネクターを抜きます。ゴムパッキンを元に戻します。入れにくかったのでシリコンスプレーを吹きました。しっかりとはめないとケースの中に水が入ってしまうので要注意です。コネクターをしっかりと戻します。ヘッドライトカバーを元の位置に戻します。最初に外したクリップやボルトを元に戻せば完了です。交換後の点灯状況です。交換前後を比べてみます。かなり明るくなりました。交換後の様子を車内から撮影しました。こちらも交換前と比べてみます。iPhone のカメラで撮影したので自動補正が入っていて正確には表現できないのですが、交換前と比べると劇的に明るくなり、また色味が白っぽくなったことによりとても見やすくなりました。その後街中を走ってみると、ウィンカーを点灯すると横のガードレールをものすごく照らします。横に車がいるのかとびっくりすることがあります。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。